GPS に気を取られ、不注意で前方の車に衝突してしまったユー・シュラン。車から降りてきたファン・シャオは紳士そのもので、冷たい風が吹いているからと自らのジャケットをシュランの肩にかけてみせた。しかしシュランが視界から消えた途端、そのジャケットを地面に投げ捨て、手下にシュランの車を狙えと電話を入れた。お見舞いのため病院を訪れたファン・シャオはそこで再びシュランと遭遇する。自分の手の骨折が目の前の男の仕業だとも知らず、シュランは微笑みかけた。その時、病院内で突発的な事件が発生する。2階で子供を抱えた母親が今にも飛び降りようとしていた。警備員が背後から母親を押さえた瞬間、腕の中の赤ん坊が宙に放り出されたが、そこへシュランとファン・シャオがとっさに広げた布が見事に小さな命を受け止めたのだ。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。2人は祝杯を重ねて夕食を共にした。ファン・シャオはマッチをすり、自分だけの特別な細いタバコに火をつける。そしてそれをシュランへと差し出した。ただ火をつけてあげただけなのに、その画面が官能的なまでに美しくて、思わず息を飲んでしまったのは私だけかしら。その時、シュランの恋人ジェーンから一本の電話が入った。それを知ったファン・シャオは即座に手下へ誰なのかを調べろと命じる。そしてファン・シャオはジェーンを絵画のモデルとして雇った。だがその筆を走らせながらファン・シャオが本当に描き足そうとしていたのはシュランの情報だった。翌日、ファン・シャオは道に迷ったとシュランに連絡し、迎えに来させた。あれほどの富豪があれほど立派な車に乗っていながら GPS がないとでも。この見えすいた嘘がなんだか少しおかしかった。やがて偶然が重なり、ファン・シャオの大企業が入札を開始。複数の企業が名乗りを上げる中、シュランの会社もその一つだった。ファン・シャオはシュランとは以前からの知り合いだと匂わせると、シュランの上層部は忖度し、彼をファン・シャオの隣席へと座らせた。社長から酒を注ぐよう命じられたシュランの手をファン・シャオがそっと押さえる。そして自ら酒を彼のグラスへ注いでみせた。接待で飲みすぎたシュランがトイレで一息ついていると、そこへファン・シャオが入り、彼の心を静かにかき乱すのだ。タバコを挟んだ手の甲をシュランの手にそっと重ねる。シュランが不思議そうにタバコを受け取ると、ファン・シャオは客人と談笑しながら彼に一別もくれない。ただ指先だけが軽くシュランの手を押した。それは言葉のない命令だった。初めての夕食でシュランが吸った時はルージュみたいだ。でも少し甘すぎると評していたが、今回は酔いしれると彼の感想は変わっていた。うっとりとタバコを味わうシュランの顔を見つめながら、ファン・シャオは自分が吸っていたタバコの箱を彼の太ももにそっと押し当てた。その夜、家に帰ったシュランはジェーンと激しい夜を過ごす。だがジェーンは首をかしげた。いつもはここまで興奮しないのに、今夜に限ってどうして？ことが済んだ後、シュランは少し離れた場所でファン・シャオからもらったタバコに火をつけていた。マッチがないと味が違うことに気づきながら。そしてこの距離感を見ると、ジェーンはタバコの匂いが苦手なのだろう。ジェーンは愚痴をこぼしていた。もし僕がヌードモデルをしても君は焼き餅なんて焼いてくれないだろうと。そもそも2人の始まりは年下のジェーンがシュランを追いかけ回したことだった。この言葉を聞けば、シュランのジェーンへの愛が燃え上がるようなものではないことがわかる。翌日、ジェーンがモデル仲間にいじめられている現場にファン・シャオが颯爽と現れ、彼を救ってみせた。狙いはもちろんシュランとの破局だ。彼氏との電話中にわざと体に触れ、別の人からのアプローチをはっきり断り、ジェーンがまるで特別な存在であるかのように振る舞った。なのに夜も更けた頃、ファン・シャオはシュランの会社へと向かう。飲み物を届けに来た。それは建前に過ぎないとシュランにはお見通しだった。ミルクティーを受け取ることなくシュランはその場を後にする。断られたファン・シャオは次の一手を打つ。シュランの大学時代の教授に連絡を取り、彼の当時の研究テーマについて聞き出したのだ。このファン・シャオ、ABO デザイアーのファヨンといい勝負ができそうでゾクゾクしてしまう。しばらくしてファン・シャオの幼なじみがタイに帰国し、彼のために歓迎パーティーが開かれた。ちょうどその頃、シュランから久しぶりに会いたいと連絡が入る。ファン・シャオは彼を連れてパーティーへと足を運んだ。実のところ、ファン・シャオがプロジェクトへの返信を放置していたため、シュランは上司から連絡を取るよう命じられていたのだった。
その夜、シュランはある女性のグラスに薬が盛られていることを察知し、彼女の代わりにその酒を飲み干した。ファン・シャオの車で送られる途中、薬が効き始める。シュランの体は燃えるような熱に襲われた。車を降りようともがくが、ファン・シャオに止められる。結局シュランはファン・シャオを車から追い出し、一人で己を鎮めるしかなかった。これは2人の NC シーンを待ちきれない私をいやおうなく妄想の世界へと引きずり込む。目の前に豪華なごちそうを並べられながら、待てを命じられた子犬のようなあの悶絶感をたっぷりと味わわされた。心底救われたいのはこの私だった。無事に家まで送り届けた後、そのまま帰るのかと思いきや、シュランがキビスを返す。今度は彼がファン・シャオに危ういほど近づいた。だがその目当てはルージュ味のタバコだった。マッチまでもらい、中毒になりそうだとつぶやいて、シュランはその場を去っていく。家に戻ったファン・シャオは監視カメラの映像越しに生めかしいシュランの姿を覗き見る。だが画面の向こうでシュランが繰り返し呼ぶのはジェンの名前だった。それを聞いたファン・シャオの目に冷たい決意が宿る。2人の間を徹底的に壊してやる。ファン・シャオは早速ジェンを呼び出し、再び大勢の前で彼への特別感をたっぷりと演出してみせた。その間、すかさずシュランに電話をかけ呼び出そうとする。翌日、プロジェクト推進のためシュランの会社はファン・シャオに一室を用意した。案内中、ファン・シャオはわざと塗りそびれたフェイスクリームをシュランに塗ってもらうよう手伝わせる。そして明日自分と出かけてほしいと申し出るが、シュランは再び断った。彼女とデートの約束があるという。それを聞いたファン・シャオは早速ジェーンへメッセージを送り、自分と出かけるよう誘い出す。ジェーンはあっさりと承諾し、シュランにはモデルの仕事が入ったと嘘をついて2人のデートをキャンセルした。約束がなくなったシュランもまたファン・シャオの誘いを受け入れる。ファン・シャオはジェーンを朝9時に、シュランを9時半に同じ場所へと呼び出した。シュランの秘密が暴かれた時、彼の表情がどんなものになるのか、ファン・シャオはそれが見たかった。だがシュランとのこれまでが脳裏をよぎり、最後の最後で気持ちが揺らぐ。タクシーに無理やりジェーンを押し込み、彼から受け取った弁当は適当に手に取ってまた連絡するとジェーンを追い払った。ちょうどその時、遅れてシュランが姿を現す。2人は園内へ入り、皮肉なことにジェーンの弁当を食べることになった。だがシュランは家ではいつも自炊のため、彼女に料理を作ってもらうことはほぼなかったという。それを聞いたファン・シャオは怒りがこみ上げ、ジェーンの弁当を捨ててレストランへと向かう。入店前、ファン・シャオは前回シュランに薬を持った男を誘い出し、殴ってやろうかと持ちかける。だがシュランはそんなこと自分で片付けると思いっきり拳を振るった。その姿を遠くから眺めながら、ファン・シャオはシュランは菩薩ではなくサタンの生まれ変わりだと内心つぶやいた。そしてますます彼への興味がそそられていく。家に帰るや否や、ファン・シャオはまたもやあの日に録画したシュランのみだらな姿を眺めながら己の欲望を満たそうとした。だが偽物ではなく本物が欲しくなる。ちょうどいいタイミングでジェンから呼び出しがあった。ファン・シャオはジェンの酒に同じ薬を盛り、あの日のシュランの姿や仕草を再現させようとする。だがジェンは逆にファン・シャオを誘い、その振る舞いはシュランとあまりにもかけ離れていた。ファン・シャオは一気に冷めた。ジェンを家の下まで送り届けると、ちょうどシュランが帰ってきた。立っていられないほどのジェンをシュランが支える。ジェンはシュランに噛みつき、一目もはばからずキスを求めた。シュランも彼を甘やかし、そこでキスをする。その一部始終を隠れているファン・シャオが見ていた。怒り狂ったファン・シャオは幼なじみに一本の電話を入れる。彼をやりたい。ファン・シャオと友達になれるということは、ある程度同じく狂っているということだ。社交の場でシュランに大量の薬を盛り、そのまま彼を担いでファン・シャオのベッドへと届けた。誕生日プレゼントとして受け取ってくれ。そう言ってすぐに幼なじみはファン・シャオに部屋から追い出された。意識のないシュランにキスマークをたっぷりとつける。いつかは自分の意思で寝てくれる日を待つ。ファン・シャオがそう吐き捨て、これ以上は何もしなかった。朝、目を覚ましたシュランは自分の車の中にいた。噛み破れた唇と首や体につけられたキスマークを見て、犯人を捕まえようと決心する。また次回お会いしましょう。ではでは。